ダサい。私は嫁に行きません。嫁には行かないわ。お前、俺はお前の推しだぞ。殴る気か。青古やか、星を奪ってだけ。青風だ。ただの遺産目当ての畜生め。父が亡くなったばかりなのに、母を売り飛ばそうとして、強化の診療所まで奪おうとするなんて。あのリの家は金があるからって、これまでに3人もの妻を殴り殺したんだ。金のためなら、実の妹を火の海に突き落とすなんて。本当に両親がかけて。そうだよ。母さん、グオイ R、心配しないで。今日は私がいる限り、誰もあなたたちをいじめさせない。ああ、チアオ先生は生前、村で医療活動をして人を救ってた。私たちみんな恩を受けてるんだ。そうだよ。どうして彼が亡くなった後に、彼の未亡人が恥ずかしめられるのをただ見てるわけにはいかない。追い出そう。そうだ追い出せ。話せ。ああ、妹よ、兄も仕方なかったんだ。甥っ子が賭博に騙されて借金を背負ってしまって。返さなきゃ手を切り落とされるって。私たちにはたった一人の息子なんだ。いいわ、お金が欲しいんでしょ？いくらなの？最低でも8両。15両だ。わかった、お金はあげる。でも母さんに、絶縁状を書いてもらう。これからは私たちとは一切関係ない。絶縁状。何を約束しろ、何を保証しろって言うんだ。縁を切りたいの。ここにいる皆さんが証人です。今日この絶縁状に署名したら、これからは我が教科と表内の兄夫婦とは、生死を共にすることもなければ一切関わりません。出て行け。さっさと行け。王様は以前毒に当たると、高熱で気を失ってました。今回はすべて正常だった。本当に不思議だな。ある医者が私に薬を使った。どの医者だ？彼はどこにいる？処方箋はあるか？紹介してくれるか？リオにて、お前はお兄の名を持つ。私に教えてくれ。心臓を切り開いても死なないことは可能か？この心臓を切り開いたら、全身の血液が、傷口から吹き出して、全く止まらない。もし血を止められたら。どうやって血を止める？私は聞いたことがない。あの医者は、たった半時間で、私が孤独にかかっていると見抜いた。しかも拳の位置は心臓にある。私リオにては7年かけて、やっと王様が拳にかかっていると気づいた。彼は半時間で見つけた。まさに彼女が心臓を切り開いて拳を取れると言った。ああ。ここ数年、私は毒を使って王様の体内の拳を抑えてきた。しかし、この拳は毒に対する耐性を持ったようだ。私がこれ以上抑えるのはますます難しくなっている。この人の医術は私より上だ。王様、試してみてはどうか。教会官。おばさん、これは下痢です。モンモリロナイトを処方します。お姉さん、熱が39度あります。イブプロフェンを一粒処方します。お兄さん、細菌感染です。セファイキシンを一粒飲んでください。時間通りに薬を飲んで、絶対に酒を飲まないでください。ありがとう、医者さん。薬がある。3ER、お前は教会官を再現した。お父さんが戦火で知ったら、きっと喜ぶだろう。お母さん、安心してください。今、教会官の商売は、どんどん良くなっています。私は頑張って、お母さんと妹を、幸せな生活に導きます。お姉ちゃん。グオイ R、はい、キャンディーをあげる。ありがとう、お姉ちゃん。こんなにたくさん買って、牛車を雇ったの？もちろん、空間に入れて持ち帰ったよ。お母さん、今はお金があるから、布団を買った。服や食べ物も買った。お母さん、安心してください。これからは実家がなくても大丈夫。この家は私が支えます。3ER、これらのものを本当に鎮火に送らないの？お姉ちゃん、美味しいものをくれて、お姉さんは怒らない？グオイ R、安心して食べて、全部あなたのものよ。ああ、チアオスイやこの恋愛脳。以前は毎日あのクソ野郎、ジェンティアン氏に物を送っていた。自分の家を空っぽにした。お母さん、ジェンティアン氏は心変わりした。婚約を破棄したい。この恩知らずの 3ER。お母さんはあなたが婚約を破棄する。お姉さんも指示するよ。チアオスイヤ、今日は村長に仲裁してもらう。あなたとの婚約を破棄したい。
ちょうど私も同じ考えだった。二人が婚約を破棄しても、まだ同じ村に住んでいる。争いは解きやすいが、結びつきは解きにくい。婚約書と校長。全部出しなさい。待って、婚約を破棄する前に一つ話がある。はっきりさせておかなければならない。何の話？さっき城でジアオスイヤを見かけた。たくさん買い物をしていた。きっと霊芝を売ったお金だ。その霊芝は応答街に生えていた。うちのティアンシーアイが彼女と出かけた時、ティアンシーアイが先に見つけた。霊芝を売ったお金。半分は私たちの分じゃないのか。本当に厚かましいね、あなた。私を罵るのか、ゾーバー。教科の娘。命がけで取った霊芝なのに、どうして半分も分けなきゃいけないの？そうだ、あの霊芝は崖の絶壁に生えていた。村のみんなが知っているけど、誰も取ろうとしなかった。どうしてジアオの娘が全村にお金を配る必要があるのか。デタラメを言い続けるなら、息子が退官になったら、あなたたちを一人残らず捕まえる。ただの秀才じゃないか。調子に乗って。ああ。まるで息子が本当に退官になったみたいに。息子が退官になってから威張ればいい。ばあさんは空想ばかり。あなた。いい加減にしなさい、お母さん。霊芝の話はもうやめて、まず本題を話そう。尊重。ジアオスイヤ、あなたたちの分の婚約書と校長も出しなさい。教科に約束した50両は？俗物。ジアオスイヤ。うるさい。大きなハエが耳元でブンブン言っている。よくも。おや、ここにもメスハエがいるよ。ああ。陳家と教科の婚約はこれで終わり。今後は男も女もそれぞれ自由に結婚する。チェンロー、やっと一緒になれる。チェンロを好きになるなら、ゴキブリを好きになった方がまし。少なくともゴキブリは、あなたを崖から突き落としはしない。早く、ああ助けて、どうしたの？この人はどうしたの？泣き叫んで。クソったれのやぶ医者め。金目当てで人殺しやがって。うちの主人が。この前お前の処方した薬を飲んだら、今日こんなことに。ジアオスイや同じ村の者同士じゃないか。汚い金儲けのために偽薬で私たちを騙そうとは。良心はあるのか。そうだよ。ああ、道理であんなに買い物してたわけだ。偽薬売りの汚い金だったんだな。ジアオスイヤ、お前の父親は生き神様と呼ばれてたのに。お前は生き地獄か。違う。この人、見たことない。うちの委員には来たことない。あらま。うわ、見て。怖いわ。ジアオスイや、まだ言い訳する気？主人のこの赤斑全部、お前の猛薬のせいよ。村の皆さん、どう思います？主人がいなくなったら、子供を連れて。ジアオヤの針で首を吊ってやる。隣村の流漁師も。去年、間違った薬で亡くなったじゃない。盲目の母親を残して。昔のジアオ先生は命を救ってくれた。貧しい人の治療代も取らなかったのに、どうしてこんな娘が。50両払わない限り。シアオスイや主人の命を返せ。演技はうまいね。まずはこの人殺しの店をぶっ壊す。あ、落ち着いて。壊すな。やめて。壊さないで。やぶ医者。死ね。やぶ医者。話せばわかる。手を出すな。くたばれ。お母さん。あらまあ、中で殴り合いよ。これは大変だ。どう収めるつもりかしら。そうよ、よくもそんなことができたわね。お母さん、心配しないで。私が懲らしめてやる。3ER、いいよ。壊させておきなさい。お母さんはあなたたちを守るから。お母さん、早く起きて。チアオスイや、さっきは威張ってたじゃない。今さら私にひざまずいても、もう。あら、息子、
なんで彼女にひざまずくの？この小娘、みんなやめろ。誰だ？チアオ先生、大丈夫ですか？お前は何様だ？この用意が人を殺したんだぞ。まだ彼女をかばうつもりか？私の不幸な夫よ。触らない方がいい。彼は梅毒で感染するぞ。まさか感染するだって？見ろ、彼の赤い発疹。シュスナのような色でカニの爪のような模様だ。これこそ梅毒の症状だ。これ、感染するんじゃ。私も感染するのか？でたらめを言うな、信じない。もう一度彼の顔色を見ろ。埋葬記録にはこう書いてある。顔は粉を塗ったように白いが、そこには青灰色が浮かび、唇は朱を塗ったよう。だが縁は断たれている。彼の今の症状は、本に書いてある通りだ。そうだよ。確かにそうだ。私の夫は真面目な人です。浮気なんてするはずがない。じゃあ彼のズボンを脱がせてみろよ。奥さん、彼女の嘘を信じるな。ああ、彼の今の症状を見ると、もう梅毒第3期だ。こんなに長く隠していたのか。おい、私の予想が正しければ、お前の腕にも赤い斑点があるはずだ。自分の評判を守るため、病気を隠し、妻や子まで苦しめる。こんな男を、まだかばい続けるつもりか？奥さん、彼女の嘘を信じるな。手を離せ、ズボンを脱がせてみせろ。このクソ野郎、私を騙していたのか。不吉だわ。さっき触ってしまった。私にも映らないか。まだ嫁ももらってないのに。皆さん、これは消毒ハンドソープです。手に取ってこすり洗いすれば予防できます。皆さん、列に並んで手を洗いに来てください。試してみて。これ、本当に効くの？ささ。私も。ありがとう、先生、使わせて。ありがとう。ありがとう、ありがとう。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 私にも少し。ありがとう。どけ。さっき、お前たち二人は、チアオ先生をいじめたんだろ。よくも彼女の薬を使う気になったな。薬が欲しければ、正直に言え。誰がお前たちを、チアオ先生を誹謗するように仕向けた。はいはい。ジェンティアン氏です。あなた。あいつは俺たちを金稼ぎに利用したんだ。50両手に入れたら、7割は持っていくって言ってた。なんで人転した？この厚かましい野郎。今日から何年も面倒見てやったのに、影に向かった途端にこんにゃかりだって、人を陥れようとするなんて、鬼畜にも程がある。裏切り者も恩知らず。あなた。ホエちゃん、俺が悪かった。お願いだ。薬も分けてくれないか？いいわよ。でも、薬代と物品の損害賠償。合わせて5両。用意できたらまた来て。私。おいおい、女房、女房。ただの気の迷いだったんだ。ああ。あっちへ行け。汚い男。近づくな。おい、女房。待ってくれよ、女房。あら、息子よ。無礼者。わしが誰だか知ってるのか。あ、この陳天使は秀才だぞ。叩きのめされて悔い改めろ、この秀才が。ずいぶん偉そうだな。聞かなきゃ、あんたが。今の最初かと思うぜ。お前。役所へ行って学生に伝えろ。陳天使は恩知らずで道徳に欠ける。秀才の称号を取り消せ。はい。わしは賢明の令嬢、彼は賢明の婿だ。誰が彼に手出しできる？待て。どうだ、おじ気づいたか。ついでに賢明も罷免しろ。ああ、かしこまりました。息子よ、あいつの言ってること本当じゃないだろうな。
もちろん嘘さ。ただのペテン師が俺を脅そうってんだ。俺はそんなことでビビったりしないぜ。大きみこ、さ、芝居が過ぎるんだよ。助けたい気持ちはわかるけど、この大風呂敷、広げすぎじゃない？後で収集つかなくなるよ。俺を信じてないのか。大きみこ、あいつら上に人がいるんだ。万一問題が起きたら、俺が叩かれるのは構わないけど、君の体では耐えられないよ。心配無用。どうして聞かないんだ？戦場医者の第一の任務は、自分の患者を守ることだ。行こう。ああ、どこへ逃げるつもりだ？さあ、役人のところへ連れて行くぞ。私の患者に触らないで。この小娘、野郎の味方をするなんて、ぶちのめしてやる。あ。早く手を離せ、手が折れる。チフ様、学生様がお見えです。噂ではこの摂政王様は有名な殺戮の神だそうで、なぜ清水村に、こんな鳥も糞もしない田舎に、どこの目つぶれが、あの薬人様に逆らうなんて、もう終わりだ。後で慎重に行動しろ、急げ急げ。チフ様、学生よ、私を覚えていますか？私は、陳秀才です。領事、ご無沙汰しております。ああ、役人同士は昔からつるんでいる。新天使は厳礼の婿になった。このお二人はきっと彼らの味方に来たのだ。そうだ、これはまずい。私が殴った、私が悪い。彼は関係ない。本王は女にこうまで守られたことがない。なかなか。悪くない。1、2、3、4。5、1対5、優勢は我にあり、全員気絶させろ。李白寺、この小娘が私をいじめたんです。あの野郎もろくでなし。さっき父の厳礼を罷免するとほざいていました。笑わせる、領事。おじと呼ぶな、お前の父など知らん。王様におめ。下官めが恐れ多い、君子様にお目通り。いや、何の君子だ、ただのペテン師だ。でたらめを言わせるな。バカ者。この君子様の身分をあんたがとやかく言えるものか、あの方は。我が心の偶像だ。2位の方は間違っていませんか？この君子様は我々の模範、実の父より親しい。間違うはずがない。昨夜、紫火星が動き、狂気人が現れた。清流が柱に巻きつくのを見れば、聖主の降臨を知る。下官の領地で、君子様に逆らうものがあれば、下官が。即刻生きたまま切り捨てる。恐れ多い、恐れ多い。君子様、長くお立ちでお疲れでしょう。どうぞ、下官を腰掛けにしてお休みください。何様だ？これが古代の職場文化？狂ってる、恥ずかしい。さすが王君子様、風格が違う。役人の息子だったのか。へつらう連中、ムカつく。うちの若様は、おべっかを使う人が大嫌いなんです。下官、罪を認めます。罪を認めます。領事様、父はいつもあなたと仲が良かったんです。お前の父はもう免職されて取り調べ中だ。不吉な奴め。近寄るな。免職、取り調べ。狂った、狂った、みんな狂ってる。狂った。ああ、そうそう、このチェン秀才。ひっと気が狂ってるに違いない、学生よ。本庁の法律によれば、気が狂った秀才は、どう処置すべきですか？秀才の称号を剥奪し、生涯科挙を受けることを禁じます。いやいや、私は狂ってない。狂ってない。狂と。彼を連れて行け、牢に入れろ。状況が大人に感染しないように。大人、私は冤罪です。大人、やめてください。行け。大人、私は冤罪です。二人の大人、私の息子は狂ってません。あの不貞な男女に陥れられたんです。カンプと、
妊婦だ。来ると、この女も狂ってる。捕まえて連れ出せ。私は狂ってない。話して。息子が最小になったら。若様、他に何かご用ですか？下官、失礼します。幸い私たちの反応が早かったから命が助かった。おい、早く早く。ジアオスイヤ、あなたは父の前途を台無しにした。ティアンシーアイ兄さんの秀才の称号も。この卑劣な女と命がけで戦う。何の匂い？いや、あれには山桃草のウイルスがついてる。あなた、私を害そうとしたの？ジアオスイヤ。覚えてろ、許さないから。どけ。覚えてろ、また戻ってくるから。皆さん、すみません。実は彼女を騙したんです。山桃草のウイルスは体液感染のみ。接触では感染しません。はいはい、早く行こう。行こう。ワンキミコ、今日はありがとう。私はただ、前回話したことを約束通りに。どうぞ、開胸手術の準備はできています。チアオさん、なぜ私が来ると確信していたんですか？キミコの目は力強く、立派で、猛毒を持って、体内の孤独を抑える。この決断力と胆力。感服します。うちの若様は、おべっかが大嫌いなんです。あなた。黙れ。医者は手術の計画を立てる。患者は、身体評価も必要です。未婚の娘がこんなに男に触るなんて。彼女は平然としている。この王様を軽薄にするとは。何をしている？それは私が聞きたい。何をしようとしているのか。もちろん、身体検査をしているのです。そうか。チアオさんは、検査の名目で私に近づいているようだ。人体の大腿動脈は太ももの付け根にある。下まで触らないとどうやって検査するのですか？それに、医者の目には男女の区別はなく、患者しかいない。昔、戦場医者をしていた時、どれだけの男を見てきたか。戦場に行ったことがあるのか？どこだ？何教か？それとも幕府か？しまった、口を滑らせた。私に近づこうとした女は、みんな私の刀の下で死んだ。チアオスイや、もし彼女たちのようになりたくないなら、白骨になる前に、おとなしくしていろ。チアオ先生、助けてください。チアオ先生、妻が難産で、サンバさんが、もう持たないと言っています。どうか助けてください。大丈夫です。体位異常ですぐに輸血が必要です。でも、部屋に人が多すぎるので追い出さないと。そうすれば空間から輸血設備を取り出せます。お母さん、お湯を沸かすのを手伝ってください。はい。A2部兄、村の西にある寺に行って何度か頭を下げてください。はい。A2部兄。大人を助けるか、子供を助けるか。大人を助ける。スイー R 助けて。怖がらないで。私を信じて。この医療空間はすごい。よくある血液型のストックが、血液バンクよりも多い。ありがとう。手伝いましょうか。あの血液バッグを渡してください。それから、お湯を変えてください。これは血なのか。でもこんな夜中に、血はどこから来た？もちろん。私の血です。患者の出血量が多すぎるので、輸血が必要です。人を助けるために、こんなにたくさんの血を抜くなんて。
立派な医者だ。A2部の妻、頑張って。私がいる限り、きっとあなたを無事にさせない。A2部の嫁さん、もう一頑張りだ。もう子供の頭が見えてる。輸血術、やはり不思議だ。このやぶ医者め。大きい方を優先すると言ったのに、どうして小さい方を選んだんだ。子供はまた作れる。でも嫁は一人しかいないんだ。嫁さん。A2 部。グイファ、生きてたのか、びっくりさせやがって。安心しろ、母子ともに無事だ。よかった。3R ちゃん、お前が俺の嫁と子供を救ってくれた。俺A2部はこの一生、牛馬のごとく働いて、お前の恩に報いる。A2 部兄さん、早く立ち上がって、そんな大礼はいらない。後でお嫁さんに薬を処方するから、時間通りに飲めば大丈夫だ。子供を見てみよう。じゃあこの薬代と診療費は全部で十分だ。母子ともに救えるなら、さっきなぜ彼に、大きい方か小さい方か選ばせたんだ。選択によって診療費が変わる。もし彼が小さい方を選んで、危険な妻を見捨てるようなら、そういう場合は、ぼったくってやる。でも彼は大きい方を選んだから、診療費は取らなくてもいい。じゃあなぜ十分取ったんだ。それは別の話だ。診療費は取らなくてもいいが、さっきやぶ医者だと言ったから少しは、医者料をもらわないと。ついてこい。話せ、さもないと無礼働くぞ。暴力で脅すような野蛮人は絶対に救わない。イブにも屈せず、品線にも移らず、風紀にも。さっきは身分を疑って失礼した。これがいい。車両だ。ああ、ワンよ、さっきは。声が少し大きかったかもしれない。すまなかった。シアオさんの医術がこんなに優れているとは。感服した。今後はもうワンヨーと呼ばないで。スアンチェと呼んでくれ。どうして急に態度が変わったんだ？スアンチェ、今ならあなたの。大腿動脈を検査してもいいですか？王子、部下は力手に伝え、輸血術を教えました。彼の経験から、きっと、チアオさんの師匠と出自を推測できるでしょう。本王は朝廷の駆け引きには慣れている。民間にこんなにも奇抜な女性がいるとは、心に。救急救命の純粋な心を持っている。王様、本当に彼女に心臓を切り開いて孤独を取らせるのですか？人を疑う心は必要だ。この目で見た、彼女は自分の血を使ってまで人を救おうとした。どうして人を害する心があるだろうか。これは、彼女は戦場に行ったことがあると言っていた。各軍営を調べて。今日という軍医がいたかどうか確認しろ。承知しました。シアオスイヤという女。梅毒で私を騙すとは、肝を冷やさせやがって。食事も喉を通らない。私はもうジェンディアン氏に身を任せた。あの役立たずが投獄された今、新しい伴侶を見つけなければ。
あのワンキミコは風采が上がって、学生や地府にひざまずかせるほどおそらく、都から来た名家のご子息だろう。チアオスイや私の男をダメにした。ならば、あなたの男を奪っても許してね。3ER、ワンキミコの薬剤が欲し上がりました。煎じ薬にします。この薬は熱を冷まし炎症を抑えます。3日間飲み続けて。白血球の数値が下がったら手術を始められます。今日の薬、変な味がする。こんなに大人なのに、まだ薬が怖いの？あなたの話はいつも奇妙で、理解できないから気にしないようにしてた。なのに今は私に手を出してくる。どうした？医者の言うことを聞かないのか？この薬には問題がある。チアオスイや、あなたは私が、警戒を解いた隙に、毒を持ったのか。一体どんな毒を飲ませた？わざわざ毒を持っておきながら、なぜ私を救った？チアオスイや、あなたの真意は何なの？話して、もう動かないで、こんな状態では。脈を見ることもできない。もしかして私が処方を間違えたのか？この煎じ薬には、最上成分が含まれている。この薬の効果が解けなければ、彼の体内の孤独が発作を起こす。仕方ない。私が飲ませた薬だ。私がこのすべてを終わらせるべきだ。さっき、私は意識が朦朧として薬にやられた。誰が身を挺して私を救ってくれた？ありえない。彼女は私を殺そうとしていたはずだ。キミコ、この女が家の外でコソコソしていたのを見つけました。ワンキミコ、助けて。さっきの女は、あなただったのか？そっと立ち去ろうとしたのに、あなたの部下に、腰や足を痛めつけられたの。彼は本当に力が強くて痛かった。あなたと同じくらい悪い。卑弥呼、私はもうあなたの人ですよ。私に責任を取ってくださいね。銀子を渡して、追い払え。私が欲しいのは銀子じゃない。私たちはもう夫婦の仲です。制裁として迎え入れ、都に連れて行ってほしい。大胆な。我が家のキミコがどんな身分か知っているのか。お前ごときがふさわしいと思うのか。今夜のことは、あなたと私と彼の3人だけが知っている。この門を出れば、一生食べるのに困らないようにしてやる。だが、余計な考えを持ったら、容赦しないぞ。出て行け。行け。誰だろう。王子、S. ユーリニアンが真夜中にここへ来るとは。非常に怪しい。なぜ彼女を行かせた？世間では、女性は評判を非常に重んじるものだ。もし彼女が自らを汚して人を陥れようとしたら、今後は説明するのが極めて難しい。まず彼女を落ち着かせよう。
それから、あの薬の案を調べ、誰が手を加えたのか突き止めよ。こんなに苦労するなら、一頭の元に切り捨てた方がマシだ。本王は生涯、一人も誤って殺したことはない。手にかけた亡霊は数知れぬが、冤罪で死んだ者は一人もいない。部下が間違えました。すぐに調べに行きます。このご注意は本当に奥深いな。二鎮湯にはハンカチン、冷蔵ガウメを一緒に入れる。チアオさん、昨夜は。昨夜は薬を飲んだら寝てしまった。何も起こっていない。話を最後まで聞かせて。何を慌てているんだ。こう、慌ててないよ。本を読んでただけだ。遺書によると、字の出血時には、42番コンクリートを流し込む、ルジス編。三打白骨性の時、シェアサイクルに乗るべきではなかった。何を言っているのかわからないが。とても可愛らしい。おう。君子。ではチアオさん、お先に。うん。王子。竹古いに引っかかった衣服の糸が数本見つかりました。色鮮やかで普通の住民のものとは思えません。きっと他の誰かがあなたの薬剤に手を加えたのです。溝でこれも見つけました。これはチアオさんが普段使っている薬瓶ではありません。3ER。この数日疲れたでしょう。母さんが牛乳の右を作ってあげたよ。ありがとう、母さん。本当に美味しい。もう大人なのに子供の頃と変わらないね。そうだ、お母さん。聞いたんだけど、都に家を買って。遺産を都に出すのに全部で500両かかるんだ。お金が貯まったら、都に遺産を出して大きくしてさらに輝かせるんだ。お父さんも若い頃、あなたと同じように野心があった。都に遺産を出したかったけど、残念ながら早くに亡くなった。チアオ先生はいらっしゃいますか？じゃあ、先に失礼します。おじいさん、診察ですか？あなたに会いに来たんだ。私に？聞いたよ。あなたが輸血術で患者を救ったって。私も、瀕死の人に輸血を試みたことがある。でも、全部失敗した。なぜ、あなたは成功したんだ？なるほど、老中遺産ですね。血液型のせいです。血液型？ええ、人体には48種類の血液型システムがあります。最も一般的なのは4種類です。血液型が違うのに無理に輸血すると、溶血反応を起こし、命に関わります。なるほど、勉強になりました。これは何ですか？これは聴診器です。患者の内臓の音を集めて、増幅するためのものです。おじいさん、近くのものが見えにくいんですか？うん。こちらで視力検査をしましょう。視力検査って何ですか？この老眼鏡、すごく見やすい。もう役に立たなくなったけど、長年一緒にいてくれた。絶対に捨てたりしないよ。チアを死に、弟子にしてください。または、医官で雑用をさせてください。あなたの医術を、必ず習得したいんです。私には空間があるってこと？これはうちの家電の医術で、外には教えられないんだ。お嬢さん、嫌でなければ、私はあなたを養母にしたい。私はあなたの養子になります。私を、自分の子供のように叱ってください。遠慮はいりません。年齢的には、おじいさんですよ。いいよ、それぞれの呼び方で。私をじいちゃんと呼んでお母さん。ママ。王府の来手真意が若い女性の養子になりたいだなんて、全く。よもすえだ、恥知らずめ。彼女の師匠を調べに行かせたのに、どうしてここに来たんだ？彼女がどこの流派かは知らないが、今日から彼女が俺の師匠だ。良き弟子よ、師匠としてこれを授けよう。大切にしろ。
なんて鮮明なんだ。素晴らしい。師匠、王君子の心臓を切り開いて孤独を取るんですって。開胸手術をするんですか？私も助手として立ち会えませんか？私も君子の側にいなければ。ダメだ。あの場面は残酷すぎて、君たちには耐えられない。誰を見くびってるんだ？この私が医者として生きてきて。頭から海が出る奴も、あそこに出来物ができる奴も、何を見たことがないって言うんだ。耐えられないわけがない。15歳で戦場に立った時から、刀の刃を舐めるような生活で、どれだけ死体を見てきたと思ってる。絶対に耐えてみせる。よし、そこまで自信があるなら、二人に解剖学の授業をしてやろう。もし耐えられたら、助手として残ってもらおう。解剖。うん。これは共同墓地で見つかった最新の死体だ。死亡してから時間が経っておらず、腐敗も進んでいない。ちょうどいい教材だ。体の器官や血管、神経を学ぶのに。検体された方に例を。さあ、マスクをつけなさい。いらない。私もいらない。スアンチェ、言うことを聞きなさい。つけなさい。始めるよ。まずメスで胸を一直線に切り開く。皮膚と筋肉を剥がす。それから小刀で、左右の肋軟骨を切り開き、胸腔全体を露出させる。もし誤って大血管を傷つけ、胸腔を汚染してしまっても、慌てるな。スプーンで血をかき出せばいい。これ、私が昨晩スープを飲んだ時に使った。身の程知らずだ。次は頭部だ。頭皮を切り開き、顔面の皮膚を上下に反転させる。それからノコギリで頭蓋骨を切る。中の脳組織を取り出す。スアンチェ、集中しろ。王君子が病院にいないそうだが。やっとここまで来た。王君子はどこだ？最高級のフルーツティーを用意してきた。フルーツティー。私によこせ。お前。このじじい、これはワン用への贈り物よ。あんたたちなんかに飲む資格ないわ。逃げてどうするの？死者の脳組織と心臓。全部取り出したわ。熱いうちに見て。ワン用、あなたに会うために。特別に玉川祭のおしろいをつけたのに台無しにされたわ。なんなのこれ？死人の心臓と脳みそ？お前たちヘタレはもっと修行しろ。師匠、待ってください。薬剤に触ったのは彼女だ。王様。どう処分いたしましょう。家財没収、流刑だ。この策略女を見たくもない。承知いたしました。麻酔が効いたら手術を開始します。あなたは何もしなくていいの。ただ眠るだけでいいから。目が覚めた時、最初にあなたを見たい。わかった。約束する。麻酔効果確認。切開開始。中間で止血。吸引器を挿入。出血量を確認。心臓を開き虫を除去。手術成功。生命兆候安定。12時間観察後で大丈夫です。チアオ先生、ありがとうございます。
お母さん、ワンよ、どういうことですか？あなたも彼女に医学を習うの？奪わないでよ。私が先に義母と認めたんだから。心配しないで、全身麻酔後の盲言は正常な反応よ。麻酔が切れれば治るから。お母さん、スアンチェ寂しかった。いい子ね。チアオ先生、どうして王様に触るんですか？卑弥呼の頭はどうしたんですか？俺と母上の会話に口を挟むな、消えろ。行こう。スアンチェ、いい子でね。母上は疲れたの。少し休んでくるから、すぐ戻るから。前回も母上は同じように私を騙した。同じように私の手を振り払った。すぐ戻ると言って、あの日以来。スアンチェは母上に会えていない。あの時私はまだ8歳だった。こんな権威あるイケメンが涙目で不幸な幼少期を語られて。誰が耐えられる？わかった。母上が付き合うわ。おい、幹部を試すつもりか？3R。目が覚めた。早く話しなさい。言っておくけど、私は別に。低層観念の強い女じゃないからね。食べちゃうぞ。慌てるな。ただ麻酔が切れてないだけだ。何も知らない。お姉ちゃん。どうしたの？グオ ER。朝からずっと笑ってて、怖いよ。前にチェン秀才が好きだった時もこの顔だった。そう？うん。でも、ワンキミコが好きなら、怖くないよ。どうして？チェン秀才よりずっとハンサムだし、うちにたくさんお金もくれた。私のお菓子も奪わない。じゃあ、これからグオ ER も彼に優しくするんだよ。うん。3R。ワンキミコ。今日の薬です。どうして君が？お姉さんは？姉ちゃんが言ってた。これからキミコの薬は私が届けるって。なぜだ？殿下、昨夜のことを。よく思い出してください。お母さん、スアンチェ会いたかった。私は低層観念の強い女じゃないからね。食べちゃうぞ。わざとらしいわね。殿下、このチアオ先生。私たちをからかってるのよ、この小僧。義母を侮辱するなら、命がけででも戦う。ワンキミコ、早く飲んで。姉ちゃんに飲み終わるまで見てろって言われた。それとこの案も。それとこの案も。自分では来ないで、よく人を使うね。この薬、なんだか果物の香りがする。当然よ。姉ちゃんが苦いのが嫌だから、この薬には。すごく手間かけたの。100年人参に1000年霊芝。万年の霊泉の水まで。男を誘う手口だわ。うちのワンキミコは騙されないぞ。バカ言うな。うちの先生は実力があるからこそ傲慢なの。良い治療と良い顔は両立しないもの。それがワンキミコには全部、もう。ああ、泣けちゃう。姉ちゃんがここまで優しくしたのは2人だけ。私と、大のあなた。彼女は本当に私にこんなに気をやってくれてるの？これからは君に薬を届けてもらおう。毎日君に会いたい。お金を追加する。はい、王様。
殿下、今日からあなたの貞操は私が守ります。動くな。薬をよこせ。入るな。止まれ。デザートを届けようとしてるの？私に任せて。彼女は今日なぜ私に会いに来ないんだ。あぎゅう今日、あなたの作る砂糖餅本当に美味しい。初恋より甘い。保護ちゃん、気に入ってくれて嬉しいよ。うちの家は3代続いて、他の才能はないけど。この砂糖餅を作ったのは上手なんだ。君は計画と子供の命を救ってくれた。心に刻んでるよ、保護ちゃん。子供の満月の祝いには必ず来てね。必ず行くよ、あぎゅう今日。あなたの腕前は本当にすごい。セフ、はい。本王は覚えている。宮廷料理人の献立の中に一冊。皇室のデザートの記録があった。それを取りに命じろ。承知いたしました。殿下は？お菓子ぐらい、誰だって作れる。殿下は自ら京さんにお菓子を作ろうとしてる。殿下、美人系に引っかかったんじゃ。本王がどうして女に騙されるものか。ただの演技だ。彼女に夢中になったふりをしているだけ。これは計画の一部だ。本王には分かっている。はい。高志先生。梅の花草。中身は落葉の砂糖漬けと峰南のドライフルーツ。私が作ったんだ。食べてみて。うん、すごく美味しい。お金持ちのボンボンなのに、何もできなさそうなのに。どうしてこれが作れるの？何でもできるよ。これから毎日作ってあげる。毎日違うメニューで。高志先生。王様、保護は今日和牛の家に行った。新生児の満月祝いで子供を見に行ったんだ。じゃあここで彼女を待つよ。今日。カッチが母親を呼んでるみたい。ちょっと見てくる。彼も砂糖漬けとドライフルーツを入れたの。今日は忙しくて、食事をする暇もなかった。だから A に部兄が飴餅を2つ持ってきてくれた。道中で食べるようにって。まだ食べ終わってないから。説明はいらない。気にしないよ。彼の作ったものは君のより美味しくないよ、本当に。私の作ったものは彼より美味しくないに決まってる。だって私は不器用だし、穀物の区別もつかない、失礼なことをした。話を聞いて。聞かない。おかしいな、なんだか急に。浮気したような気分になった。バカだな。卑弥呼がわざわざ作ってくれたグイファ。君の意をつかめると思ったのに、まさか彼の背後で、こっそり食べるなんて。してないよ。この女、心がないのか。うちの卑弥呼が、必死に君を喜ばせようとしてるのに、軍は、彼の心を傷つけてる。うちの卑弥呼は表面は強がってるけど、心の中では涙が枯れ果ててる。皇帝が、彼の死で彼を見たことある。この世の髪を。黙れ。どけ。お前にやる。こんな機会、理解できないなら、こっちによこせ。外のお菓子なんて、君の作ったものには及ばない。君の作るグイファは本当に。まあいい。本王の作る料理はこういうものだ。吐き気がするほどだ。とても怒ってるけど、騒げない。彼女の心の中で。重要じゃないと思われるのが怖いから。天よ、中間を見分けてください。王様、この娘がこんなに音痴らずなら、明日から。
お菓子を作ってやる必要はありません。いや、本王は作らなければならない。彼女は本王の命を救った。彼女が望むものは何でも与える。スイー R ちゃん、聞いて。この香袋を使ってから、ここ数日間もほとんど来ない。今日はわざわざ来て、ウィファと子供に、おかせかけようと思って。A に部兄、ちょっと待ってて。わかった。大変だ、チアオ先生、うちの君子が。傷が可能して、高熱が下がらず、もうダメそうだ。もしかして傷口が炎症を起こしたのか？田舎者のお前ごときが。結婚して子供までいる、使い古された女が。うちの王様と取り合おうなんて。原社。36度5で高熱が続いてるなんて言うのかい？触診してみる。もっと正確だよ。どうせ。初めてじゃないし。あんた、近すぎる。息が苦しいよ。聞いたよ。A2 部に匂い袋をあげたんだって。あいつには家族も子供もいる。俺のどこが及ばないんだ。あげたんじゃない。売ったんだ。虫よけの匂い袋、5分で1つ。どうした？診療量が足りなかったとでも。この匂い袋一つに及ばないのか。そういえば、人に縫い針を刺すくせに。刺繍はこんなに下手くそなんだね。気に入らないなら返してよ。汚いもの見せられても困る。どうして私がウサギ年だと知ってるの？このウサギ、間抜けで可愛いね。本王、いただくぞ。うさぎじゃないよ。錦鯉を刺繍したんだ。チアオスイや、君にキスされ触られた以上。俺は君のものだ。根性根性、責任取ってくれよ。じゃあ、ちゃんと籍を入れてやるよ。姉さん、大変。全秀才が大勢連れて、ワンキミコを捕まえに来たよ。早く母さんを呼んで。チアオスイや反逆者をとくったな。さっさと投降しろ。どうしたいなら、まずこの両手に。聞いてみろ。私はゲンコロモエの副指揮使だ。私に逆らう気か。これは、皇帝が摂政王を殺そうとしてる。摂政王は朝廷を牛耳り、皇帝は勢力を伸ばしつつある。当然、功績が君主をしのぐ者を許さない。皇帝の密命だ。弱っている今こそ命を奪え。摂政王は武術の達人だが、リ様、わざわざ危険を冒す必要はない。一人推薦しよう。誰だ？秀才のチェンティアン氏か。あいつは目先の利益しか見えず、出世欲が強い。少し餌を与えれば、何でもやりかねない。素晴らしい。摂政王を捕まえられれば、手柄は我々のもの。捕まえられなくても、あいつに死ぬ役をやらせればいい。ワンキミコがどんな大物かと思ったら、反逆者だったんだね。ティアンシーやヤニ。あいつ、私を誘惑しようとしたの。あの夜、死んでもご飯だわ。あなたのために身を清く保ったの。あいつは仕返しに、私の家を没収し流刑にしようとしたのよ。ティアンシーやヤニが助けてくれて本当によかった。なるほど、王様のために身を捧げたのは彼女じゃなかったのか。見たか。皇帝から賜ったゲンコロモへの礼拝だ。私が一声かければ、皆私の命令に従う。チアオスイヤ。今すぐひざまずいて這い出てきて、3回頭を地面に叩きつけろ。そうすれば、お前たち家族3人分、全死で済ませてやる。ちょうどいい、この刀も先帝から賜ったものだ。犬の首を切る専用だ。翼皇大帝が自ら編んだ靴底、馬鹿を蹴飛ばす専用だ。王様、どこへ行かれるのですか？力て、この王を止めるとは大胆だな。師匠が申しておりました。王様の傷はまだ癒えておらず、無理は禁物だと。あら、王様、私、心臓が苦しくて。あなたの広い胸にお借りして、ちょっと寄りかからせて。
断らないでよね。京水エル、よく見ろ、あれらは誰だ？早くしろよ、何やってんだ。村長、牛おばさん。あなたたち二人までどうしてここに？京水エル。反逆者を説うとは、一族皆殺しの題材だ。すぐに人を出して罪をしたためろ。さもなくば。村中がお前のせいで巻き添えを食うぞ。これは、ヒョウスイエル、お前は本当に厄介者だな。天使、昔お前たち母子は、陳家村から追い出され、清水村に拾われたのだ。今や役人になったからといって恩を忘れるなよ。そうだそうだ、たわごとを。母上は京水エルのせいで気が狂ったんだ。今日こそこの小娘に報いを受けさせろ。言っただろう、女が家主だと家も倒れると。ヒョウスイエルは先祖の顔に泥を塗った。水エル、早くひざまずいて陳陽に謝れ。お前が死ぬのは構わんが、我々まで巻き込むな。陳天使、その方。もう少し力を入れて、この大きな吹き出物を潰したら？私の頭を吹き出物だと？この。頭の中は海だらけ、ゾンビでも吐き気を催すわ。陳天使。金を騙し、約束を破り、口封じに殺人。今また私が生き延びたのを見て、梅毒男と組んで、我が教会委員を侮辱するとは。今また罪を捏造し、反逆者を説ったとでっち上げる。この村人たちがみんな、お前の言いなりになる軟弱者だとでも思っているのか？なんだ、王様の入浴まで覗き見するのか。一緒に入るか。王様、ずるいです。京水エル、反逆者はお前の情婦だ。このインバイ目が彼の肩を持つとは。彼女の証人になれる者はいるか。京水エルは早くから反逆者と通じていた。私は皇帝に懇願し、彼を除名してもらえる。京家親子は2代にわたる名医、村で恩を受けていない者など、いないだろう。恩をあだで返すのは畜生の所業だ。この老いぼれ、死にたいのか。水エル姉は私の妻と娘の命を救ってくれた。彼女を陥れる者は地獄に落ちろ。ヒョウスイエルは良い子だ。彼女の家族は皆心優しい人たちだ。陳家の母子こそろくでなし。どいつもこいつも心が黒い。まったくだ。陳天使、この3年間。お前は我踊り仕方者の血を吸い尽くした。家業に合格して役人になった途端、害をなすとは。両親は犬に食われたのか。飴まで奪うとは厚かましい、この野郎。表明。院外の結納金を受け取っただろう。さっさと妹を李の家に送り込め。それに京家寺。口が達者だな、8歳にはなったか。遊郭に売っても少しは値がつく。やれ。みんな清水村のものだ、手を離せ。かかれ。止めろ、陳天使。役所に行こう。役人が私に裁きを下す。役所は面倒だ。昔の掟で行くぞ。証拠のない淫乱女は水に沈める。沈めば潔白、懸賞費を立ててやる。浮かべば隠者の憑依。みんなで石を投げて撃ち殺せ。あなた。陳天使は昔から私に恨みがある。私が狙いだ。急いで主人に知らせろ。清水村からすぐに離れろと。天下晴れておいて陳天使。民間の娘を強奪するとは、法はどこにある？法。ほう。元者、早く離れろと言っただろう。清水村からなぜ出てきた？しかもこんなに格好良くて？殺生を。礼拝をお持ちとか、ちょうどいい。本王も持っている。説。西洋、
あんたは普通の。王君子なんかじゃない。無礼を働きました。殺生王にお目通り。お助けを、まさか本当に？黙れ。このバカめ、村人全員を危険にさらす気か。殺生王、孔明は逆らえません。どうかお手柔らかに。元社、あなたが殺生王なの。私を殺すなら、まずこの両手が。許さないか聞いてみろ。失礼、かかれ。保護、かんざしを貸してくれ。保護と呼んだ、ドキドキする。腕前が素晴らしい。いや、体がまだ回復していない。いきなり手を出すと歯が簡単に割れるぞ。スアンチェ。虎も平野に落ちれば犬に欺かれる。運の尽きた鳳凰は鶏にも劣る。お前の幹部が殺生王だとしても、どうということはない。結局は俺の手で死ぬ運命だ。死ね、王子。あ。これは何の暗記だ？暗記じゃない、火器だ。空間に戻れ。何の火器だ？何もないじゃないか。あれは霹靂弾で父が護身用に残してくれたものだ。これっきり一つだけ爆発したら終わりだ。おう、ワンキミコ、実は私は、ずっとあなたの味方でした。なんと言っても、一夜を共にした仲です。生きる道を与えたのに、何度も。3ER を殺そうとした。死に値する。さっさと中へ入って休ませてやろう。あの夜の女は、王子と私はとっくに調べ尽くした。お前 SU リニアンじゃない。まだ見てる？図に乗り上がって。卑しいやつめ、殴られたことないんだな。自分を偉いと思い込んで、集団で殴られに来るなんて。この一発で主人を覚えさせてやる。3年飼った犬ですら。尻尾を振るのに、お前は犬以下だ。この一発で先祖を思い出させてやる。面子を立てておじ扱いしてやったのに。面子を潰せば、お前はただの老いぼれ亀だ。この一発で現実を悟らせてやる。また俺の目の前で跳ね回ろうものなら、眼球をえぐり出して鼻の穴に詰めてやる。ただ何発か殴っただけだ。切り刻んで犬にやるほどでもない。うちの 3ER は本当に、優しくて善良だな。優しい、善良。何か文句あるのか？いえ、ありません。チェンフェング。はい。この3人の地府学生と、この件に関与した者全員を、城に閉じ込めよう。はい。それと、清水村を封鎖し、元五郎護衛が全滅したという消息が、平城に伝わらないようにせよ。承知しました。早く行け。急げ。立て、行くぞ。寮にて。はい。本王は元五郎護衛の葬式に、生かしておいた。お前が彼を救い起こし、連れてきて尋問せよ。承知しました。随、改めて自己紹介させてください。私の姓は毒子、名は元社です。毒子は皇族のせいです。民女は王様にお目通りいたします。随、あなたと私の間では、元社と呼んでくれた方が嬉しい。
入ってこい。王様、この小僧を死んで目覚めさせました。太后様は私を実の子のように思ってくださっている。皇帝が私を殺そうと考えているなら、おそらく太后様に何かあったのだろう。いえ、太后陽は今どこにいる？王様、大変です。彼は毒を飲んで自害しました。医者の前で服毒とは、俺を舐めているな。どけ。俺が助ける。死にたい？まずこの両手に聞いてみろ。許すかどうか。今日という幼女め、私に何の薬を持ったんだ。なんと一人の娘の前で、大と蹴りまでさせやがって。ゲンコロモエーとしての尊厳をズタズタにされた。教科の病院で首をつってやる。今度こそ。助けられるもんか。死ぬのはそう簡単じゃない。あの幼女、首吊りまで助けやがるのか。今度は頭を打ちつけて死のう。助ける暇も与えん。一晩中騒ぎ続けて疲れないのかね。夜中まで見物してたんだから、放っておいて寝よう。絶対に助けられない死に方を考えねば。なんだこれは。糞尿だ。何をする気だ。ああ、もう疲れた。胃洗浄も下剤も効かない。死ぬのも怖くないなら、糞くらい怖くないだろう。これから自殺しようとするたびに。一尺この糞を飲ませる。武士は殺されても恥ずかしめられない。死なせてくれ。諦めろ。閻魔様が参考に死ねと言っても俺が閻魔を蹴散らす。さあ、2回目の自殺だ。来るな。話す。全部話す。陛下は王様が孤独を除去したことを知り、威信ありと恐れ、大豪陽を軟禁し、ゲンコロモエに密命を下した。王様が清水村で療養中、まだ回復しないうちに、一挙に誅殺するよう。皇帝はどうして私が孤独を除去したことを知った？それは、下々の者は存じ上げません。ゲンコロモエは王地の近衛で、皇帝の側近だ。お前はゲンコロモエの総指揮士だろう。本気で私がそんなに騙しやすいと思っているのか。お前の体内の孤独は、陛下が仕掛けたものだ。彼は13歳で即位し、私を大帝と呼び、祭典の大典で、一杯の酒を勧めてきた。そう、孤独の卵はあの酒に隠されていた。大抵、あなたは陳が最も信頼し、敬愛する人物だ。この最初の拝は、天地に敬う前にまずあなたに敬います。秦は命を賭して正常に尽くします。スイーヤール。
ジェンフェングが言いました。以前気分が悪い時、人と対局するのが好きだった。人と一局指してリラックスする。さあ、囲碁をしよあなたは碁を習ったことがある。う。もちろん、負けた人は勝った人の要求を一つ受け入れる。いいよ。彼女のこの手は何だ？よし、私の勝ちだ。なぜ？ 1、2、3、4、5、5つの石が一直線に並んだ。あなたの負けだ。私の要求を一つ受け入れてね。なるほど。彼女は五目並べをしていたのか。よし、賭けに負けたら従う。しまった。チアオ先生はきっと大金を要求してくるに違いない。じゃあ、一つ手伝って。そんなにしかめっ面しないで、笑って。あなたは笑うと一番綺麗だよ。3R、あなたは言ったよね。遺憾を刑場に開きたいって、私と一緒に刑場に行かない。いつ？今すぐ。家族も連れて行ける？できる。よし、今すぐ荷物をまとめる。王様、あなたはいつも女性に近づかない。なのにこのチアオ先生には。まさか、本当に彼女を妃に迎えたいのか。ジェンフェング、君はどう思う？我がドゥグスアンチは、彼女の命の恩を一生かけて返そう。どうだ？どうぞ。この家、大きくて綺麗だね。3R、私たち本当にここに住めるの？お母さん、心配しないで。私はもう十分なお金を貯めたから。もし彼らが私たちを追い出しても、生活できるよ。王様、お客様のために客室を準備しました。どうぞこちらへ。私に渡して。どうぞ。行こう。3R。最も危険な場所が最も安全な場所だ。豪邸があなたを狙っているなら、いっそ教場に戻る。彼にネズミを投げるのに器物を気にするをやらせる。そうだ、これは東大した暮らしだ。さっき隠密が報告してきた、大号が既得だ。おそらく皇帝の仕業だろう。明日、私は人を使わして彼女を、密かに連れ出して治療する 3R。自信はあるの？患者を見ていないので、適当なことは言えない。でも、医者はどんな患者も見捨てない。全力を尽くします。わかった。殿下、大号様は密かに邸宅に連れ込まれ、手配はすべて整いました。見に行く。私も一緒に行く。でも、ちょっとしたハプニングがあって。何があったの？大したことじゃないけど、ゼアオファ姫も馬車に忍び込んできちゃったの。ゼアオファ。いとこ、やっと都に戻ってきたね。私、もう準備できてるよ。何の準備？駆け落ちよ。いとこが約束したじゃない。でたらめを言うな。 8歳の時に言ったでしょ。大きくなったら結婚するって。公衆留子が反対したら駆け落ちするって。もう16歳になったから、駆け落ちできるわ。まさか、この田舎娘に目をつけたんじゃないでしょうね。ゼアオファ。リグスアンチ、もし今日、はっきり言わなかったら彼女をぶっ殺すわ。信じる？いや、あなた、摂政王の名前を直接呼ぶなんて、私は。ゼアオファ姫、皇帝系様の小中の玉。大号様の一番の可愛がり、摂政王の婚約者。どこかに閉じ込めて、閉じ込められないなら監視しろ。はい。3R、ゼアオファは私のいとこだ。彼女とは何もない。幼い頃に両親を亡くし、大号様の膝元で甘やかされて育ち、いつもトラブルばかり起こしている。彼女のたわごとを真に受けるな。ああ、なるほどおバカさんなのね。どこに行くの？もちろん大号様の治療に行くわ。急がなければ。
早く患者を見て、早く検査すれば、希望も大きくなる。ありがとう。CER、大丈夫。どうだった？大丈夫。太后様はもう危険期を脱しました。病気ではなく毒でした。毒？どんな毒？体内に猛毒の孤独があなたと同じように。それで、手術はできるの？彼女は年を取っていて体が弱い。手術のプランを立て直す必要がある。お疲れ様。先に送って休ませてあげる。うん。シアオスイヤ、覚えてろよ。どうして来たの？見聞を広げさせてやろうと思ってね。梅の花の素、グイファ、これらは？全部宮中から持ち出したもの、見たことある？別に珍しくないよ。もう飽き飽きだ。嘘つけ、食べられるわけないだろ庶民が宮廷料理を真似するなんて、死罪だぞ。首を切られる。いとこが作ってくれたんだ。切るならまずあいつを切れ。笑わせるな、嘘をつく前に頭を使えよ。いとこは殺生王だぞ、あの手は。刀を振る人を切ることしかできない。人殺しに目もくれない。お前に天心を作るなんてありえない。いとこに言いつけてやる。厚かましいわね。逃げるんじゃないよ。今日こそ終わりだ。逃げるわけないでしょう。まだ本を読み終わってないんだ。いとこ、ずっと探してたの。ジェンフェングがここにいるって言うから。台所に隠れて何してるの？開けてよ。本王は忙しい。ジェンフェングと遊んでくれ。ジェンフェングなんて嫌だ。あのデクの棒なんて、いとこが一緒にいてほしいの。いとこ、知ってる？連れてきたあの田舎娘。出た飴ばかり言って、梅の花の外グイファを食べたとか。いとこが手作りしたなんて自慢してたわ。信じられない。いとこ、今日は私の味方をしてよ。いとこ、私に食べ物を作ってくれてるの？夢を見てるんじゃない。彼女の言ってることが本当だと、今は信じる。彼女は本王の未だ迎えていない王妃だ。あと数ヶ月もすれば。お前も彼女を継承で奪わなければならない。ありえない。信じられない。絶対にありえない。どう？砂糖入れすぎ、甘すぎる。本当。私も味見する。本当に甘い。やばいやばい、ゼアオファ群衆が起こったら。私は大変な目に遭う。心配しないで、姉さんは世界一優しいから、あなたを守ってくれる。軍主様は身分が高い。姉さんはよく食べよく寝る。軍主様はすごく怖いの。姉さんじゃ絶対勝てないよ。ちえ、うちの姉ちゃんは子供を食べるのにソースもいらないんだぜ。お姫様はクソでも食えるんだってさ。うちの姉ちゃんだってできるよ。お姫様は100均も食えるんだって。うちの姉ちゃんだったら200均だって食えるよ。殿下、長かお姫様がご飯に招待してくれたそうです。なんで自分で来ないんだ？スイヤーも来てないし。長家が何を企んでるのか。さっぱりわからん。今日は屋敷中の者を招待したんだ。犬まで呼んだぞ。お前だけ呼ばなかった。つまんない。いいか、お日様だけが屋敷中の者を食事招待できる資格があるんだ。悔しいか？悔しいか？幼稚。おい、お前どういうつもりだ？挑発してるんだぞ。ちょっとは反応しろよ。どけ。無視するなんて、この悪女め。
んか？これはお姫様が自ら作った七色キノコスープです。とても美味しいですよ。どうぞお召し上がりください。うまい、本当にうまい。お姫様が手作りしたんだぜ。もう少し味わおう。さあどうぞ。小風、台所に行って。ツイヤーにも一番取っておけ。はい。食事はどうですか？お楽しみください。お姫様、さすがです。どうぞお楽しみください。お姫様、ありがとうございます。ツイヤーは、どうですか？美味しいでしょ？このスープには私が選んだ赤いキノコが入ってるの。どれも私みたいに綺麗よ。え？赤いキノコ？小人がいっぱい。小人たちが踊ってる。老鳥。なんで口が4つもあるんだ？大変だ、そうばあちゃんが屋根に登ってる。父上、どうしてここに？父上、座ってください。どうして話さないんですか？父上がおしゃべりになっちゃった。このスープ、毒が入ってる。どうして私が選んだキノコは一番綺麗だったのに。バカめ、綺麗なキノコほど毒があるんだよ。この野郎、近寄るな。急いで如来仏を呼んでこい。誰だ？ツイヤールを探して、彼女に人を救わせろ。ジアオスイヤ。助けてジアオスイヤ。チアオスイヤ。赤い傘に白い柄、知ってる？食べたら一緒に棺桶だ。知らない。泣いてる暇はない、あっちのテーブルを担当しろ。一人に薬を一つずつ飲ませろ。うん。薬を飲め薬を飲め。おばあちゃん、怖がらないで。さあ、薬を飲め。父さん、早く人を呼んで。自分で飲め。チアオ先生も踊りませんか？ねえねえ。止まれ。ねえねえ、止まれ止まれ。スアンチェ、あなたスープ飲んでないじゃない。母さん。また戻ってきたの。毒キノコの解毒剤を作った。でも、安全性を確認するために試薬が必要だ。私が試す。あなたは体が強くて代謝が早い。確かに薬を試すのに最適だが、副作用はまだわからない。リスクが心配だ。死ぬのか？もちろん死なない。じゃあ何を待ってる？死なないならやれ。うん。今夜は6時間そばにいて様子を見る。もしどこか気分が悪くなったら、すぐに呼んで。はい。水。どう？どこか気分が悪い？暑い。すごく暑い。すごく暑い。今はもう少し水を飲む？それとも何か欲しい？あなたが欲しい。ツイヤール、あなたが私に何が欲しいか聞いたんだ。あなたの息が欲しい。あなたに包まれたい。もっと近づきたい。
黙れ、そんな気持ち悪いこと言うな。私は変態じゃない。解毒剤の副作用だ。言ってくれ。この処方はダメみたいだな。調整が必要だ。二度目の試薬、準備はいい？さあ、始めよう。今夜も一緒にいてくれる。もちろん、まだ6時間観察しないと。何を待っているの？しまった。何考えてんだ。別に。俺を待ってるって認めるのがそんなに難しい。俺も待ってるんだ。原社。もう一度俺の名前を呼んで。原社。これ、あの処方だけど。もう一度調整が必要だ。王様、どうなさったのですか？王様。高穂へ、王様にそんな無礼を働くとは。実に悪質だ。清風、お前はドクターだか？私は隠し声です。王様、心配しないでください。彼女と戦います。たとえ彼女が王様に対するあの技を私に使ってきても。私は屈しない。いい夢見てるな。本王の持病は長期療養が必要だ。俺は俺の終身医療担当だ。お前は、門番に行け。7度目の試薬、準備はいい？無理無理、もう試せない。数日休もう。原社、自分だけのこと考えてちゃダメだ。王府中の者がまだ毒に侵されてる。みんなお前を待ってるんだ。数日後に救うよ。このまま試し続けたら、俺が先に行っちゃうよ。いい子だ、言うこと聞いて。おいで、注射するよ。ダメダメ。これが義母さんの言ってた臨床実験か。王様、これは最高の栄誉です。頑張ってください。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いけ。生きて、開けてくれ。医学のために勇敢に犠牲になれ。ほえ、京香村に人をやって。地元の結婚習俗を聞いてきた。でも、私の故郷は京香村じゃない。じゃあ、君の故郷ではどんな結婚習俗がある？私の故郷ではみんな自由恋愛です。三書六礼はないけど、両思い出ないといけない。花嫁は赤い嫁入り衣装でも白いウェディングドレスでもいい。愛の純粋さを表す。私の故郷には急所はない。もし二人の感情が壊れたら、どちらも離婚を申し出ることができ、婚姻関係を解消する。それ以降、互いに関係なく結婚の自由。子供は父親とでも、母親とでもいい。だからこそ、あなたのような世俗に縛られない貴女子がいるんだね。この男は幼い頃から父権社会で育ってきたのに、こんな常識外れの意見を聞いても少しも驚かないなんて。それと最も大切なことが一つある。私の故郷では、プロポーズの時、二人で指輪を交換するんだ。愛の証としてね。相手の薬指にはめて、それから私たちは、支え合う家族になるの。3R、これは。スアンチェ、私と結婚して、ずっと一緒にいてくれますか？喜んで。
ゼアオファ軍主、あなたは間違いに気づいたか？もうわかってるわよ。そんなに怒らなくても。あなたの殺生王の重慶は、あなたを、私の監督に任せたんだよ。え？今日から、あなたは私の助手だ。屋敷中の毒に当たった人に薬を配るのがあなたの仕事。自分の過ちを償うためだ。もし良い働きをして、私を機嫌よくさせたら、医術を教えてやってもいい。だが、もし働きが悪ければ、あなたを薬の実験台にする。最も痛くて苦い薬でね。中継がそんなことを言うはずがない。本当にそう言ったの？うん。屋敷中のキノコ中毒者のリストは、この、冊子に書いてある。毎日2回薬を配って、配るたびに、その人の名前の後ろにチェックを入れる。これを、打刻と言うんだ。チアオ先生は力も手段も持ち合わせている。軍主さえも手なずけられたなんて。もちろんさ、直せない悪ガキなんていない。たとえ過ちに気づかなくても、怖がらせればいい。午後中ずっと走り回って、足も痛いし桃もだるい。本当に疲れた。あんな風に扱われて、仕返ししたいと思わない？私が、手伝ってあげる。体合の容体は安定しています。ただ、ずっと目を覚ましません。どうしてこうなった？脳の機能か神経信号に関係しているかもしれません。このまま目を覚まさなければ手術はできません。すまない。今回は役に立てなくて。皇帝にはまだ隠せているか？疑いを持たれていないか？彼は次にどんな行動を取るつもりだろう。朝廷では、敵が死ぬか我々が死ぬかしかない。あなたは全力で治療すればいい。私がいるから安心しろ。うん。ち心、情を引き金に、をかける者の指先の血を混ぜ。殺生王が飲めば、あなたに苦しく思いを寄せるようになる。山を見ればくん、水を見ればくん、真夜中に目を覚ました時の月明かりさえ。君だ。税魂は人の三魂7拍を喰らい。にかかった者は意識が崩れ、やがて生ける屍となる。血青水やが飲めば、3日以内に。知能が3歳児のように退化し、飢えや寒さもわからなくなる。まずはチアオスイヤで試してみよう。スイーアール姉、私が作った麺です。お仕置きありがとう。気持ちは嬉しいけど、今はお腹空いてないの。自分で食べて。頑張って作ったんだから、一口でいいから食べてよ。本当に食べられない。太后様でさえ食べたことない。私が作った麺なんだから、一口でいいから。味見だけでも。改めて感謝するから、早く持って行って。もしかして、私の目的に気づいたのか。さすがは宿敵。正直に言わせる気？自分で見てみなさい。このドロドロ、人間の食べ物？すごく頑張ったんだよ。気持ちは嬉しいけど、やめておいた方がいい。選択は努力より重要で、間違えたら、すべての努力が無駄になる。あなたは練炭を学んだ方がいい。図踊りじしい女、こっちが好意を示しているのに。待って。生理なの？なんでわかったの？普段は顔色も良く、ちょっとつ盲信なのに。今日は顔色が悪く、歩き方まで落ち着いている。生理用ナプキンを使った方が楽だよ。お腹が痛かったら私のところに来て。薬をあげるから。今日は早く休みなさい。明日は一日休み、出勤しなくていい。生理のことで気遣ってくれる人なんて初めて。昔は、太后様も女官たちも生理を恥ずかしいと思っていた。お腹が痛くて転げ回っても誰にも言えなかった。今回は特別に料理人に麺を作らせたの。色も香りも完璧。全く問題ないわ。重慶、私が作った麺、食べてみて。くんが作った。うん。小さい頃から何不自由なく育って。お湯も沸かせないくせに、
麺が作れる。特別に習ったの。急に親切にしてくるなんて、怪しいか盗みか。怪しいか盗みかって？食べたくないならいいわ。このゼアオファ、怪しいわ。彼女はもともと策略家ではないから、きっと誰かに刺されたんだ。それなら、計略に乗ってやろうじゃないか。臨機応変に行こう。使えないやつだ。こんな簡単なこともしくじるなんて。もう一度チャンスをやる。あのバカみたいな麺を作ろうなんて思うなよ。孤独は無色無臭、水に混ぜるだけでいい。必ず飲ませるんだ。はい。ヒョウというあの小娘、テレンレだぞ。早く手を打たないと。殺生王の妃の座は彼女のものになってしまう。そんなこと許さない。中継は私のもの、絶対に。この前は超過が悪かった。過ちを犯して。今日は重慶と京さんにお茶を差し上げて詫びたい。見て、飛行機。何の鶏？見えないけど。あなたたち、飲み終わったの？美味しいね。超過は本当に親孝行な子だ。そうだね。孤独はすぐに聞く。重慶、今夜きっと私のところに来てくれるわ。そしてあなたは、ただニヤニヤ笑ってよだれを垂らすバカになるのよ。重慶。10。お姫様、大変です。王様が倒れました。早く見に行ってください。きっと孤独が聞いたんだ。わかった、見に行くわ。彼女が来た。アクション。私は一本のネギ、夫婦に立ち向かい、誰が私を味噌につけようものなら、その先祖を罵ってやる。あなたたち二人、何をしているの？超過、ちょうどよかった。一緒にテーブルについて話そう。私はもう上がったわ。あなたたちも来て、さあ。聖魂しい子は本当に聞いた。彼女は本当にバカになった。あなたが演じているのはバカであって強人じゃない。あ、そうだった。やりすぎた。この部分はカットして放送するな。さあ。重慶、京先生はどうしたの？京先生がすごく可愛いと思わない。かわいい？重慶、頭がおかしくなったんじゃない？超過、今日はあなたのお茶を飲んだ。今の京先生を見ると、一挙手一投足が睡蓮のようで、忘れられない。怪我した指さえも、心が痛むほど愛惜しい。何？まさか、彼女の指先の血がそのお茶に垂れたのか。くそ、血心は指先の血でしたものを識別する。どうして彼女ばかり得をするんだ。なぜこのジアオスイヤが。バカになっても私に勝つなんて、重慶、彼女はもうバカよ。話もできないのにわからないの？もちろんわかってる。彼女は綺麗で、無口で、そして間抜け。全部長所だ。リブスランチ、ちゃんと理解しなさい。あなたは惚れ役であって、変態役じゃない。すみません、やりすぎました。今日はジェアオファが無駄足を踏んだ。彼女はきっと黒幕に会いに行くはず。追いかけよう。行こう。ねえ、いる？私、また失敗しちゃった。やはり黒幕がいる。この殺生王府に外部の者が入れるのか。本王が都に戻った日から、王府は封鎖戒厳中。ハエ一匹入れる隙もない。内通者がいる。そしてそれはジェアオファだ。とても信頼していた知人。ジェンフェングはあなたに忠実だ。まずリオニテは医術に夢中。他のことに興味なし、除外だ。ではこの邸内に他にジェアオファが。親しい知り合いは？ 3R。先に帰って、緊急の用事がある。うん、わかった。
私の母妃とあなたは実の姉妹。彼女は全力であなたを大号の座につけ、臨終の際、特に私に言い残した、あなたを、実の母のように思えと。あなたは自分の、実の息子が定位につくため、私にをかけた。責めない。ただ一つ知りたい、母妃の死は、寿命尽きてか、それとも毒か。本王の予想通り、あなたはずっと仮病だった。愛花のこの手は清く、一滴の血も汚してない。一人の命も奪ったことはない。前回、あなたにをかけたのは、皇帝、今回をかけたのは、ゼアオファ。愛花と何の関係がある？彼らは貪欲で、嫉妬深く、あなたに利用された駒。このすべての黒幕は、あなた。ゼアオファ、ディグスアンチに、永遠に従わせたいか？この血心を飲ませれば、以後。彼はあなたにしか従わない。裏切れば地獄の苦しみ。吐血して死ぬ。スアンチェ、あなたはとても賢い。残念だ。賢さが災いした。竜の寝床の傍らに猛虎を寝かせておけるか。あなたは我が子の最大の助けでもあり、我が子の最大の脅威でもある。この5年間、私はあなたたち母子のために命を懸けてきた。大号は私の忠誠を疑っている。愛花はあなたの前で何十年も慈愛を装ってきた。あなたに見破られることはなかった。あなたは愛花の前で、5年間忠誠を装うことなど簡単だろう。では6年目、7年目は？あなたが死なない限り、いつかは我が、大陽朝の災いとなる。すべては、嘘だったのか。愛花があなたに死ぬ理由を教えてやろう。あなたがかかった孤独は、ここだ。愛花の体内にあるのは母子。母子の宿主が一念発起すれば、ここはあなたに、心をうがつような痛みを与える。ただ愛花は思いもよらなかった。あなたはそんなに冷酷で、心を切り開いて子を取り出そうとするとは。私の親族は少ない。母妃は急死し、父王は戦場で死んだ。私が孤独で、苦しんでいるとき、あなただけが私を抱きしめ、慰めてくれた。私は痛みのあまりあなたを母と呼んだ。あれは、あなたが操っていた小虫だったのか。親族など、この世で我が子以外はすべて、卑しい雑魚だ。では私の母妃は、あの時、私が先にあなたの不王に目をつけた。残念ながら彼は大使ではなかった。あなたの母妃に譲っただけだ。だから、あなたは嫉妬から恨みを抱き、私の母妃を殺したのか。あなたは不王によく似ている。愛花は、それであなたを長年生かしておいた。大号が今日すべてを打ち明けた。私が復讐するのを恐れていないのか。あなたにはできない。スアンチェ、あなたの弱点は、愛花が握っている。あなたが宝石のように大切にしているあの女。シアオスイヤ。彼女の部屋の周りは小虫で囲まれている。今、彼女は部屋から出られない。さっきの叫び声は誰だ？当ててみろ。あなたは一体何がしたい？心配するな。愛花は彼女を殺さない。我が子のそばに。ちょうど寝床を温め。体調を整える女医が一人必要だ。3ER はあなたの駒にはならない。もし、彼女が血心子にかかったら、彼女は真意だ。医者は自らを治せず、聞いたことがないのか。ディグスアンチ、お前とお前の母は愛花にはかなわない。良縁に恵まれても何になる？殺生王になっても何になる？愛花の、踏みつけにされたアリのようなものだ。
もし愛花を殺せば、チアオスイヤは必ず死ぬ。殺すべきは私だ。彼女を解放しろ。愛花はなかなか心が弱い。まずひざまずいてみてはどうだ？お前の父は当時、愛花にひざまずくことを拒んだから、愛する女を守れなかったのだ。どうだ、彼のように永遠に愛する者を失いたいか？一人きりで辺境で死にたいか？言っておくが、私は、貞操を守るような女ではない。食べてやるぞ。いつも眉を潜めていないで、笑った顔が一番美しい。スアンチェ、私と結婚して、ずっと一緒にいてくれるか？喜んで。ひざまずけ。そんなにひざまずきたがるなら、一人で十分にひざまずいていろ。3ER、無事か。ありえない。どうやって脱出した？お前の子虫は他人には猛毒だが、私には、ただの薬剤だ。たかがいくつかの虫ごときで。私を閉じ込められると思うか？彼女の部屋の周りには小虫がびっしりだ。今は、部屋から出られない。あっは。ここは私の地盤だ。普段これらの薬剤は、一金数千両もする。買うのも惜しいくらいだ。思いもよらなかった最大のボスはお前だったとは。この植物人間の老いぼれゾンビめ。中には、自らを駒として使うほど冷酷な者もいる。放出に血肉はなく、肉親でも殺せる。シアオスイや愛家の百個人は、一度も失敗したことがない。どうやって脱出した？大号、可燃手指というものを聞いたことがありますか？愛花は可燃手指でも銀手指でも構わん。シアオスイや愛花に逆らうとは、愛家の百個人を破壊したな。私はお前のような恩を後で返す小人が大嫌いだ。自分の手を汚さないために、皇帝を使い、今度はゼアオファを使おうというのか。ゼアオファのあのバカ、愛花が養ったのは、ただの駒として使うためだ。息子が皇帝になった以上、彼の手を借りて人を殺すわけにはいかない。頭のないバカが必要だった。罪をかぶせるために。私はあなたを実の母のように思っていた。なぜ私をこんな目に遭わせる？もちろん、それは、愛花は大号として、生まれつき潔癖症で、手は、綺麗でなければならず、少しの汚れもつけてはいけない。そうですか。では、私は医者として毎日接しているのは、様々な細菌やウイルスで汚い仕事ばかりです。大号様が潔癖症なら、なぜこんなに近くにいるのですか？愛花の話は面白かったですか？シアオスイヤ。今、あなたは愛花の手の中にいる。もしかしたら、あなたが私の手の中にいるのかもしれません。どういう意味ですか？これは、ここはどこですか？ここは私の空間で、私の絶対領域です。ここに入ったすべての人や物は、私の薬剤になります。私にコントロールされます。さあ、見せてください。あなたの潔癖症がどれほど深刻なのかを。吹き出す結晶、腐った死体の塊、どちらが一番怖いですか？どうですか？あなたは一生他人を操ってきました。今、他人に操られる感じはどうですか？中継、彼女はどこに行ったの？あなたは透明になれる？まさか、妖怪？神仙。大号は？彼女はどこ？彼女が最も恐れるものと一緒に閉じ込めました。スアンチェ。秘密があるの、あなたに話したい。実は、
説明しなくていい。前回、あなたが使ったあの火器を見てから、あなたが普通の人ではないと知っていた。それなら、その由来や私の正体が気にならないの？子供の頃、先女が地上に降りる話を読んだ。あなたの正体を知ったら、あなたは私から去ってしまう。だから聞かない。あなたも教えないで。ただ私のそばにいてくれればいい。この卑劣な女、愛花を出せ。愛花は、思考無常の大号だ。あなたは何者だ？今まで誰も私にこんなことをしたことはない。お願いです。出してくれ。小飯が来たよ。いい匂い。グオ ER、まずあなたに一番。お母さんもどうぞ。はい。わあ、このリシア味米飯、めちゃくちゃ美味しい。彼女は誰の子供を似たの？子供を食べるなんて、私の技師ならやりかねない。軍主、さっきチアオ先生を義士と呼んだよね。あなたたち和解したの？重慶の言う通り、私は小さい頃からトラブルばかり起こして。何もできなくて、いつも重慶が後始末してくれた。だからこそ怖かったの。もし彼が他の人と結婚したら。私はどうすればいいの？幸い、後で気づいたわ。義士さんが私を支えてくれることが。義士さんはこう教えてくれた。本当の愛はずっと守ってくれることじゃない。自分で自分を守れるように教えてくれること。手のひらのタコを自分の盾に、目の光を。自分の灯台にすること。あなたまで彼女を義士と認めるなら、私も彼女を王妃と認めるわ。うん。出してくれ。シアオ水やこの毒踏こんなに長く愛花を閉じ込めておいて。我が子はきっと愛花の仇を取ってくれる。その時は、愛花はまた大号だ。原国の玉璽。本王が誰に与えれば、誰が皇帝だ。上位の直書。スアンジェ、やはり謀反を企んでいたのか。この畜生、リグカの災いだ。ただ恨むのは、もっと早く殺さなかったことだ。読み上げよ。法天将雲、皇帝将曰く。陳は聞く、健康の定まる序。引用の和合は天地の浄土なり。今、摂政王。ディグスアンチ。先行は顕著なれど、官府に一人住む。女神一夜を水や。医術で世を救い、流浪して未だ読めがず。特別に婚姻を賜い、心を一つにして世を救わしむ。白露の日に迎えることを選ぶ。金庫。これは、婚姻を賜う直書だ。実は私は医者です。医術で世を救うのが私の使命です。私の心はいつまでもあなたを待っています。でも私の足は、あなたを待つために止まることはできません。たとえ天が一角に去っても、私はあなたを追いかけます。本王は行為に少しも興味がない。先行を立てたのは、天下のためではなく、母の遺言のためだ。あなたを守り、助けるため。少しも傷つけさせないためだ。姉さんは必ずあなたを守り、助け、少しも傷つけさせない。そろそろ帰りなさい。あなたの罪を償い続けなさい。待って。あなたを長年苦しめた母の子を、私は自らの手で、壊した。スアンジェ、今やっと私たち親子は、生産できたわ。王子。スアンチェ。子供の頃、一番怖かったのは、
彼女が母妃のようになることだった。私から離れて、彼女が作ってくれたスープが一番甘い。一番美味しい。彼女は私を市場に連れて行くと言っていた。花チンを買う。スアンチェ、どこが痛いのか見せて。ここ。痛い。あなたの凍傷はもう治っているはずなのに内傷かもしれない。この位置は胃でも肺でもない。それは。小さな苦うり、泣きたいなら泣いていいよ。3R。私から離れないで。これからも私の薬はあなたが持ってきて。毎日あなたに会いたい。いいよ。ずっとあなたのそばにいる。